自衛隊埼玉地方協力本部の夢企画に急遽参入。自衛隊ヘリ搭乗体験。ここは陸上自衛隊立川駐屯地、国営昭和記念公園が隣接。今回登場するヘリコプターは UH-1J という多用途ヘリだ。例えば災害救助の報道で何気なく目にしているのがこの UH-1J だ。それにしてもなるほど。多用途ヘリその活動場面を想像するだけで身震いが起きる。身を引き締めて登場せねば。それにしてもこの広大な敷地、それだけで目がくらむ。こんなところで時を過ごすと自分の抱えていた悩みもストレスも消えてゆく。しかし一方でこのヘリ、底面や操縦席など要所要所は防弾仕様。防弾ってここは弾が飛び交う国なのか。そんな心配が必要なのか。そう、これは決して他国の話ではない。ロシア、中国、北朝鮮、自衛隊の人たちこそ現実を生きていた。ボケてた自分が恥ずかしい。ついに登場。この下腹部には燃料タンクがある。弾丸から守るために防弾ゴムが貼ってある。穴が開いてもゴムの弾力で燃料が漏れるのを防ぐという、なんてアイディア。さあいよいよ離陸だ。このヘリ、近年では台風19号の災害で長野で孤立した住民を吊り上げ救助したという。多岐にわたる任務に当たるヘリ。私たちの生活で目立たぬけれどいぶし銀の活躍、超かっこいいやつ。この自衛官自慢のヘリについに緊急登場。緊急と言ってもそれは自分の気持ちのこと。正式な申請や許可を得て晴れての登場だ。窓の外、地上が小さくなっていく。高揚感が心拍数を上げる。UH-1J の特徴を説明する。全長 17.44 メートル、全高 9.7 メートル、機体は 3.2 トン。これ象1頭ぐらいの重さ。この大きさで 3.2 トンは実は軽いのだという。見た目は頑丈そうでも外板は柔らかいし手で押してもへこむ。中は空洞で極限まで軽くしている。空を自由に飛ぶために自らその骨身を削り
ギリギリで設計された機体。見た目とは違って実はなんてストイックなやつ。搭乗人員は後ろに11名。価格は12億円。全国で115機が活躍している。テールローターは後ろのプロペラのことだが、1分間に300回転している。地上では人間の頭の高さで回るから、ヘリの後部に立ち入るのはとても危険なのだという。繊細でかつ危険なヘリなんだ。少しビビる。コックピットの頭部と顎部に突き出ている角がある。アンテナではない。これはワイヤーカッター。線状障害物、例えば高圧電線などがあっても、これで切って先に進むことができる。まるで障害物の切る装備だ。今回のフライト、約15分間。北方面埼玉西部球場から狭山湖、東方面都心部を見て、南方面国分寺へ、そして西方面府中の東芝あたり、これらを旋回する。飛行高度は約800メートル、時速は170から180キロメートル。立川自衛隊は特殊な立地場所といえる。近くに横田入間の航空自衛隊基地、南には厚木の海上自衛隊基地、おのずと管制が複雑になる。24時間緊張が緩まぬ基地なんだ。ヘリから見る地上、飛行機より地上に近い飛行、この不思議な距離感、緊張感。現実の地上が模型のようにも見え、しかし現実でもある。この街並みの中に多くの人が生きている。人の姿まで見つけるのは容易ではないが、街が生きているのがここからなら感じられる。なんて美しい街、見飽きることのない景色。ヘリから見えたもの、それは街の息遣いだった。本当に美しい。空を走っていると、いつの間にか自分の感覚が日常と別なものになってくる。でもこれは決してゲームの世界ではない。この感覚が現実だ。この美しい街並みや人の営みを守るために、このヘリはある。それは人の役割でもある。もし平和な国であることを願いたいのなら、自分たちだけで主張してもダメだ。外の世界との境界に理想だけでは済まない現実がある。ちゃんと見なくては。
自衛隊ヘリで感動フライト体験。今回登場したヘリ UH-1J は何のために自身があるのか自己理解しているヘリでした。圧倒的存在感で私たちに希望と安心を与えてくれるヘリでした。皆さん今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価どうぞよろしくお願いいたします。ではまた。